アメリカ最古のバイクブランドインディアンモーターサイクル、日本で一番新しくて詳しい情報をお届けしていますインディアンモーターサイクルマニア V 型エンジン大好き西尾です。今回はインディアンの車種と他のメーカーのバイクを比べてみようシリーズということで、ハーレー・ダビッドソンの一番人気ブレイクアウトとインディアンの車両を比べたいという動画になります。ハーレーのブレイクアウトと言いますと、最初からメーカーがカスタムしたファクトリーカスタムというジャンルで語られるようなクルーザーなんですけれども、インディアンでそこに相対するモデル、私もいろいろ考えてみたんですが、同じ空冷のエンジンでファクトリーカスタムという目線から私はチーフボバーダークホースブレイクアウトと今回比べていきたいと思ってます。ではインディアンモーターサイクルとハーレー・ダビッドソンのファクトリーカスタム代表作ブレイクアウトとチーフボバーダークホース実車を2台見比べていきたいと思います。ではまずブレイクアウトから車両詳しくデザインのポイント見ていきます。まずブレイクアウトなんですけど、ファクトリーカスタムというだけあってヘッドライト LED のプロジェクターライトなんですけど、楕円形というかこうギュッとねスタンダードに見せつつちょっと異形のヘッドライトがついているのが特徴なんですけど、やっぱり一番フロント周りで目を引くのこれですね。フロントホイールは21インチになってまして、このマシニング加工されたいかにもカスタムホイールですよみたいなこのインパクトね。このフロント周りのヘッドライトとフロントホイールの雰囲気を見るだけでカスタムされてんなと、雰囲気満点やと思います。いかつい。ではインディアンチーフダークホースフロント周りちょっとデザインのポイントをお伝えしていきたいと思います。まずね、一番目を引くのがヘッドライトのナセルカバー。昔のバイク感出てるんですけど、ヘッドライトはプロジェクタータイプの LED ヘッドライトかつ、これねフロントタイヤは16インチのスポークホイールになってまして、フロントのナセルカバーとスポークホイールの組み合わせでクラシックなバイクをイメージさせつつの、この短くカットアウトしてあるフロントフェンダーっていうところで、ここの雰囲気を見るとクラシックなアメリカンバイクをカスタマイズしてるような、そんな味付けになってます。これね重厚感あってなかなかいいと思います。こちらエンジン周りおよび車両横から見たところなんですけど、エンジン空冷のミルウォーキー8117キュービックインチがついてます。今ねこれご紹介してるの2024年モデルなんですけど、こんな感じでエアフィルターもね吸い込みますせみたいなカスタム感あふれるパフォーマンス系かつ、このギラギラしたクロームメッキね。エンジンのヘッドクランクマフラーとサイドカバーなんかもクロームになってるんで、非常にギラギラしてゴージャス。ギラギラ感半端ないですね。フロントホイールからこの下半分ね、エンジンからサイドカバーマフラーに至るまで下半分のこのクロームのゴージャス感、クラシックなクロームを多用してるっていうよりはカスタム感のギラギラさ非常に出てるんちゃうかなと思います。いかつい。ではチーフボバーダークホースエンジンおよび横から見たところデザインのポイントをお知らせしていきます。まずね、エンジン、私の大好きなサンダーストロークっていうインディアンのエンジンなんですけど、完全空冷なのでフレームとエンジンにね結構余白があります。なのでこの辺とかね、これまたチーフシリーズピックアップした動画概要欄に貼っているのでぜひ見ていただきたいんですけど、このサンダーストロークエンジンのこの丸みを帯びたデザインとこの特徴的なヘッドね、この感じ全部ブラックアウトされてて、非常にこちらは引き締まったクールな印象をしております。で特にねチーフシリーズ見ていただきたいのがフレームワーク。ここのね余白もそうなんですけど、このエンジンの下をくぐってくるフレームと、ここですねサイドカバーからタンクの中をこうなだらかにこうね曲線を描いてるフレーム、タンクが乗っかっててもねフレームの形が想像できるっていう、これなかなかこだわったものづくり。チーフシリーズ一番好きな理由がこのフレームとエンジンですね。かっこいいと思います。こちらブレイクアウトはソフテイルというシリーズなので、サスペンションが
外から見えないようにこのねスイングアーム後ろこの三角形のラインっていうのが非常にクラシックらしさを醸してるそんなフレームワークになってるんですけど、チーフシリーズと一番違うところでいくとタンクの前のねフレームからここのスイングアームまで途中で途切れてるのが惜しいなと個人的には思いました。この辺もねハーレーとインディアン検討していただくにあたって比較できるポイントたくさんあるので、是非ね細かいところもチェックしてもらえると楽しいかと思います。そしてブレイクアウトが一番ファクトリーカスタムやっていうのをアピールしてると私西尾的に思うのがこのリアね、後ろから見た時の迫力。タイヤサイズが240の40の18インチっていうタイヤなんですけど、ホイールのデザインね、フロントのホイールと同じ非常にカスタム感が出てるホイールっていうのはもちろんなんですけど、何しかこの240っていうタイヤサイズねノーマルに履かせるかと、これはもうねカスタムの領域を純正でやってるっていうのがハーレーのファクトリーカスタムすごい本気度を感じました。これはいつ見ても迫力あります。タイヤの上には同じく幅広のリアフェンダー、そしてここもねフェンダーのストラットもテールウィンカーもクロームメッキになっているので、本当に細かいところまで抜かりなくクロームやったり全体的なバランスやったり非常に取れててかっこいいなと思います。いかつい。では続きましてチーフボバーダークホース、同じく後ろから見たところをご紹介していきます。まずねサスペンション、こちらフロント周りもそうやったんですけどクラシックなアメリカンのバイクをカスタマイズしてるっていうようなコンセプトなので、カバードタイプのリアフェンダー、リアサスペンションついてます。ヘッドライトのナセルカバーといい、このカバードタイプのサスペンションといい、クラシック味を押し出しつつもボバーカスタムされたこのお尻周りね非常にすっきりしてます。この辺のさじ加減がいい感じでカスタムした原型を残しているようなそういうデザインの意図を感じます。シンプルでかっこいいと思います。では私西尾的に一番気になる自分がまたがった時から見えるコックピット周辺ブレイクアウトちょっと見ていきたいんですけど、これもねカスタム感すごい出てます。ぶっといバーハンドル、ほぼね弓なりに一文字になってるんですけど、なかなかノーマルでこのスタイルになってるっていうのは本当にねファクトリーカスタムを表現したいハーレーのデザインの意思を強く感じます。ハンドルポストに収まってるスピードメーターね、他のソフテイルシリーズもこのタイプになってるんですけど、非常にこのコンパクトさ、ホイールとかねメッキを多用してたりとか、そういうところで豪華に見せるとかギラついて見せるっていう演出はすごいされてる中で、シンプルさ非常にまとまってるなと思いました。そしてこのね車両のイメージそのまんまの幅広のタンクね、シンプルにどこを切り取ってもいかつい、このギラギラした感じというかカスタムされたギラギラ感すごく感じます。人気の理由もすごい分かりますね。では同じくチーフボバーダークホース、コックピット周辺またがった時に見える景色ご紹介していきたいんですが、チーフボバーダークホースはちょっとアップハンドルになってまして、今日このアップハンドルがついてるっていうのだけでも割とカスタム感が出てくるんですけど、全体的にミニマルな印象というか、ブレイクアウトと比べると非常にほっそりした印象になってるかなと思います。全然違うな。メーターパネル、こちらですね、丸いヘッドライトでフル液晶のタッチパネル式のメーターが収まってまして、ハンドル周りメーターこの周辺見るとなんかこうあんまり今っぽくないというか、昔っぽいクラシック感を保ってるというか、そういうデザインのシンプルさ感じていただけるんじゃないかなと思います。では気になる足つきライディングポジション、ハーレーのブレイクアウトとインディアンチーフボバーダークホース比べていきたいと思います。まずはブレイクアウト、失礼します。よいしょよいしょ。これね車体ヘビーなイメージを勝手に持ってたんですけど、またがって起こすとめっちゃ軽いですね。びっくりした。このサイズ感の割には
すごい引き起こし軽くてびっくりしました。足つきこんな感じ。私身長165センチなんですけど、両足ゆったり、膝もゆったり、足つきは全然不安はないです。信号待ちスタイルこんな感じ。もう全く足つき不安がないレベル。ライディングポジションこんな感じ。結構独特です。エアクリーナーが張り出しているところの下に右足を潜り込ませるようなフォワードコントロールなんですけど、身長165センチだと結構足ピーンってなる。ただ足元の操作がしにくいっていう遠さではないです。私の身長だとシートに合わせるとハンドルちょっと遠いかも。ライディング中はこういう姿勢になるかと思います。結構足も手も位置的にカスタム車両っていうような意味合いが強いバイクなので、普通にさっと乗りやすいスタイルになってるっていうよりは一味違うぜみたいな、カスタムしてるバイクやなっていうオーラをすごく感じます。個人的にちょっと気になったのが左側、ミルウォーキー8のエンジンが左のふくらはぎ、クランクケースがちょっと当たるので、そこだけちょっと気になりました。車体の見た目のイメージから想像してた以上に引き起こしも軽くて取り回しもしやすい印象です。意外いいと思います。ではブレイクアウトと実はシート高もそんなに変わらないチーフボバダークホース。重量はねこっちの方が5キロぐらい重たいんですけど、足つきライディングポジションチェックしていきたいなと思います。失礼します。チーフボバダークホース、今ね両足かかとまでべったり、膝ゆったりです。車体の重量はこっちの方がちょっと重くて、でシート高ほぼ変わらないんですけど、このシートの形状とか、あとは足を下ろすこの横が非常にスマートなので、足つきの第一印象はチーフの方が断然いいかなと思いました。信号待ちスタイルだとこんな感じ。もう完全にかかとまでべったり、膝ゆったり。ライディングポジションこんな感じ。この車両もフォワードコントロールになってるんですけど、ブレイクアウトのフォワードコントロールと距離的にはあんまり違わないかなと。フォワードコントロールだからといって操作しにくい感じっていうのは私の身長でもそんなに感じません。チーフボバダークホース一番特徴的なこのアップハンドルの高さなんですけど、これがね絶妙に程よいです。これ以上高いとちょっとしんどいかなっていう感じなんですけど、程よくカスタムされてるバイク感っていう高さかなと。非常にシンプル、いいと思います。では気になる両者の排気音サウンドチェックしていきたいと思います。まずはミルウォーキー8117のブレイクアウト、エンジンかけていきます。空冷エンジンだけあって、このふくよかな低音の効いたサウンドバッチリ聞こえてます。あとはねエアクリーナーが、エアフィルターがアクセル開けた時にこう空気を吸う音、これもねなかなかいい演出やなと思いました。なんかこう吹き上がりもマイルドな感じというか、低速からモリモリトルク出ますよみたいな、なんかそういう印象があるようなサウンドです。なかなかいい音します。湿った感じのこもった低音というか空冷エンジンらしくていいかなと思いました。ではインディアンのサンダーストローク116空冷のエンジン、ちょっとねサウンドチェックをしたいんですけど、さっきのねチーフボバダークホースちょっと新車でエンジンがかかんないもんで
同じエンジン同じマフラーの兄弟車スポーツチーフエンジンかけてサウンドチェックしていきたいなと思います。結構違います。ブレイクアウトもこのチーフのサンダーストロークのエンジンもこのサイレンサーから聞こえてる低音の質っていうのは非常に似てるんですけど、歯切れの良さ、なんかこう粒が揃って聞こえてる感じっていうのはチーフの方がちょっとはっきりしてるような聞こえ方してます。アクセルを開けた時のこの回転のついてくる感じもチーフの方がちょっとこうクイックな感じ、非常にこうキビッとしたそんなレスポンス感じます。今これスタンダードモードでエンジンかけてるんですけど、これ今スポーツモードに変えました。全然違うっすね。名前の通りスポーティーというか超ワイルドモードというかカスタムしているマフラーみたいなそんなサウンドがします。これ今ツアーモードに切り替えたんですけど、音の感じとかこのアクセルのついてくる感じっていうのはブレイクアウトとチーフのツアーモード結構近いかもしれないです。アクセルを開けた時のこのマフラーから聞こえてくるこのバラバラっていう歯切れのいいパンチのある音、ミルウォーキー8のくぐもった湿ったようなサウンドもすごいかっこいいんですけど、パンチのある感じとあとは実際のその音量についてはチーフのサンダーストロークエンジンの方が迫力あるなと率直に思いました。これはね、是非両者聴き比べていただけたらきっと楽しいかなと思います。いかがだったでしょうか。ハーレー・ダビッドソンのブレイクアウト、インディアンモーターサイクルのチーフ・ボバー・ダークホース、どちらもファクトリーカスタムというくくりで空冷のクルーザー選んでいただくきっかけになるかなと思います。今回撮影協力いただきましたノース大阪インディアンモーターサイクルさんでは、ハーレー・ダビッドソンのブレイクアウトもインディアンモーターサイクルのチーフ・ボバー・ダークホースもお店に実車がありますので、実際どれぐらい違うのかこの動画見て気になった方、是非遊びに行ってその目で確かめていただけるとバイク探しもっと楽しくなるかなと思います。このチャンネルではインディアンモーターサイクルの日本で一番新しくて詳しい情報をお届けしております。高評価、チャンネル登録、あとはこんな車種も取り上げてほしい、こんな車種と比較してほしいなどあれば是非コメント欄で教えてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。